こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。だんだんと暖かくなり春めく今日この頃、そしてそんな季節の変わり目が捨て活のビッグチャンスということで、今回は私の冬服と春服の本気の捨て活をお届けします。4年間で200着もの服を手放した私、今は心から大好きなお洋服に囲まれて、むしろおしゃれが本当に楽しくなったんですよね。今回も少数精鋭の1軍だけのクローゼット完成を目指し、ああだこうだ悩みながら奮闘する私のリアル満載な捨て活動画になっていますので、捨て活を頑張りたいという方のモチベアップになったら嬉しいです。そして4年間の捨て活で編み出した1軍だけに思いっきり減らす捨て活テクニックもご紹介しますので、ぜひ楽しんで見てみてください。それではスタートです。早速捨て活を始めていきたいと思います。捨て活を始める前に準備をすることが2つあります。1つ目はまず全身鏡を用意するです。捨て活をする時にやっぱり鏡に合わせるってすごく大事だなって思うんですよね。こうやって単品で眺めてるだけだと可愛いじゃんって思うものも、でも実際には着てみたらあんまり合わなくて着こなせない服って結構多かったんですよね。自分が着た姿を客観的に見た時にお気に入りと思えるか、その視点が大事だと思います。で、私は無印良品の壁にかけられる家具シリーズの鏡を使っています。これを買ってから本当に捨て活がはかどるようになりました。で、準備すること2つ目は超一軍のお気に入りのお洋服を着て捨て活をするということです。自分のお洋服中にもうこれは絶対超一軍って思えるようなよく着る服ってあると思うんですよね。自分の一番のお気に入り服に合うかを判断するために捨て活の時はお気に入り服を着るようにしています。で、私の一軍服、なんといってもこちらの GU のタックワイドパンツですね。もう基本的に今私が持ってるお洋服はこのタックワイドパンツに合うものだけにしています。で、そうするようになってからどんなトップスを着てもこのズボンなら絶対合うので、もうコーディネートに本当に困らなくなったんですよね。お洋服全体にもすごく統一感が出たと思います。で、トップスはこれも超お気に入りのユニクロの極暖カシミヤのタートルネックブラウンのお色です。で、もう一つおめかしのベストもお気に入りです。このお洋服と合わせた時におしゃれじゃんって思えるお洋服は一軍として大切にする、そういう基準で捨て活をやっていきます。ということで捨て活を始めていきます。クローゼット、こちら側はインナールームウェアを置いているコーナー、そしてこちらは外出用のお洋服を置いているクローゼットです。こちらから捨て活をしていきたいと思います。で、クローゼットは左側は今着るシーズンのお洋服をかけています。で、反対側はシーズン外のお洋服と手放すか迷っているお洋服をかけておいています。で、前の動画でもお届けしたんですが、シーズンが始まる前にこれはあんまり気に入らないなと思うお洋服は事前にこちらの方にかけておいて、シーズン中着なくても大丈夫か確かめる実験をしていました。もしやっぱりいるなって思ったらすぐに今着るお洋服のところに戻せるので、このシーズン前に迷うお洋服は端に避けておくっていうことをしてから思い切った捨て活ができるようになったなと思っています。今回まずは手放すか迷ってる冬服から見ていきたいと思います。捨てるか迷う服、まずはアウター2着です。こちらの祖母のお下がりのアウターです。ちょっともやっとしていたお洋服だったんですけど、もらったお洋服を手放すのは気が引けるし、もしいいアウターが見つからなかったらどうしようなんていう不安もあって、この冬はクローゼットの端に寄せて着なくても大丈夫か確かめていました。着てみて鏡に合わせてみると可愛いけれどなんかおしゃれっていう感じじゃないんですよね。この白の服に合わせるとまだいいんですけど、こういう暗い色と合わせた時に結構おばみが出ちゃうアウターだったのでもやついてました。何よりこの冬なくても乗り切れちゃったので、今回ようやく納得して手放そうかなと思います。下がりで祖母からもらってからもう5年以上は着ているので、十分長く愛用したなと思って感謝を込めて手放したいと思います。で、もう一つのコートが、これは祖母に就職祝いかなで買ってもらったコートです。
これもなんか着ていて自分おしゃれだなってなかなか思えなくって、結局あまり着ないタンスの肥やしに長年なっていたものです。着てみると、いやーでもなんか似合ってる気がするんだけどな、迷いますね。いや結構素敵に思えてきてしまったこのスタンドカラーの感じが結構かっこよくないですか？この冬一度も着なかったお洋服なんで、まあ手放しても大丈夫かなって思ってたんですけど、いざ着てみたらなんかいい気がしてきました。後ろ姿はいいですよね。結構何よりなんか色がいいですよね。このコート着て私10分ぐらい今カメラで喋ってます迷いすぎ。迷ったんですけど、このコート取っておくことにします。なんか可愛いよね。次の冬着てみたいなって思えるお洋服に感じてきました。 OK、 次手放すか迷うゾーンに置いておいたニットが3着あります。1枚目がボルドーのタートルネックのニットですね。色が素敵と思って取っておいたんですが、ただ一点気になる点が肩なんですよね。このね肩がね着るとガンダムっぽくなるんですよ。どうですか？なんかめちゃめちゃ肩強調されてません？このぴったりすぎずブカブカ好きないこの普通なデザインが私のしっかりしているこの肩をなんか強調してしまってるんですよ。だからこれ1枚で着づらくてちょっともやっとしてました。色は素敵だけど1枚で着るのはやっぱちょっと強そうですよね。この冬1回も着なくてもなんとかなったので、これは納得して手放そうと思います。よっしゃ次。続いてはベージュ色のタートルネックで、これも同じ理由で肩が気になるっていうニットでした。これもねやっぱりシンプルで素敵なニットなんですが、ちょっと1枚で着るには何かバランスが変だったんですよね。これ1枚じゃ着られないから重ね着用意のお洋服になっていて、せっかくの少数精鋭に絞りたいのに使い勝手が悪いお洋服は持ちたくないなと思ったので、ちょっと端に避けてこの冬過ごしていました。でそしたらもう本当にこれもなくてもこの冬乗り切れちゃったので、これも納得して手放そうと思います。ということで次で、続いてもユニクロのリブタートルネックニットです。これめちゃめちゃ愛用してて、むしろ一軍としてこの冬着てたんですが、毛玉取り機でガーって処置してたんです。そしたら結構思いっきり引っ掛けて穴開けちゃって、指貫通。これはしょうがなく処分かなと思います。毛玉取り一生懸命頑張ったけど結構取りきれなくて、たくさん着てあげてもう寿命かなと思うので気持ちよく処分したいと思います。2016年に買ったものなのでもう10年前のお洋服ですね。いやだいぶ着たな。こちらのニットは処分します。で冬物のボトムスで取り分けていたのがこちらの祖母のお下がりのスカートです。で取り除いていた理由は結構繊細な生地なんですけど、ここが結構糸がちょっと引っ掛けちゃったのが、ほつれが結構見えてきたんですよね。でこの程度のほつれを許容するかしないかで若干迷ったんですけど、でもそれなら端に避けといて着なくても大丈夫か試してみようと思って過ごしたら何の不便もなかったので手放そうと思います。いやこう見ると結構やっぱ目立ちますよね、毛羽立ち。で最初ほつれ引っ掛けとか見つけた時一瞬ショックだったんですけど、でもさほど悲しいって思わなくて、っていうのも1個減ったら新しく服を買えるチャンスだなってポジティブに思えるようになったんですよね。あんまり服を買わないようにしてるからこそ買い替えられる理由ができたラッキーなんて風に思えるようなマインドに変わってきた気がします。なんかそういうポジティブな気持ちになれるのもお洋服を減らしてよかったなって思うところです。そういうことでお気に入りの祖母のお下がりのスカートだったんですけど、痛みが出てきたので手放したいと思います。で冬服の小物も見てみたいと思います。手放す候補はこちらの帽子です。まずねヨレヨレ
色はジャケットと合わなくて、この冬ずっとこのコートを着てたんですけど、グレーのコートにこの帽子がなかなか合わなくて、なので端に置いてました。で今季代わりにジーナシスで買ったこの帽子があって、めちゃめちゃ似合ってるし、コートの色と同じなのでどんなコーデにも絶対に合うんですよ。なのでワンインワンアウトということで、こちらの帽子も手放そうと思います。でなんかこういう風にコートの色がこれだけって決まると、おのずと小物の色もこれって決まるので、他に物を増やさなくて済むっていうのがすごい大きな発見でした。本当にね、おしゃれの難易度がね下がりました。続いて今季着ていた冬服を紹介がてら、傷みが発生していないか一個一個チェックしていきたいと思います。今季の冬服は1,2,3,4、今着ているお洋服も合わせて16着で乗り切ってました。めちゃめちゃ減りましたよね。でまずはアウター2着、1個が中1の時に買ってもらったピーコートです。この冬はこれだけで出かけてました。本当はね、新しいアウターとても探してたんですけど、いいのが全然見つからなくて、結局これ1枚でなんとか乗り切れました。でやっぱり似合いますね。なんかしっくりきます。寒い時はこのインナーダウンを中に重ねて暑さの調節をしてました。冬これで大丈夫かなって思ったんですけど、いけましたね。お手入れはこういうブラッシングで汚れを落とすのがめっちゃベーシックで、あともう一つがクリーニングですね。この冬着終わったらクリーニングに持っていこうと思います。でこっちのダウンコートのお手入れについては、私は洗濯機のおしゃれ着洗いで洗っちゃってます。本当は取扱表示上だとお手入れは手洗いって書いてあるんですけど、自己責任で洗濯機で洗っています。でニットも3着ですね。これが一番のお気に入りのドルマンスリーブのカシミヤのニットです。これもめちゃくちゃ可愛くてめちゃめちゃ重宝しました。本当にお気に入りのニットです。ただね、毛羽立ちが結構この冬で気になってきたので、毛玉取り機で綺麗にしたいと思います。でカシミヤのセーターのお手入れは、本当は取扱表示の通りクリーニング持ってかなきゃいけないんですけど、クリーニング代はちょっともったいないなって思っちゃうタイプなので、自宅のおしゃれ着洗いで自己責任で洗っちゃってます。もう一つカシミヤのハイネックのニットも、これもベーシックでこの冬たくさん着てとってもお気に入りです。こちらも自己責任でお家でお洗濯してクリーニングを済ませようと思います。でこのニットもお下がりのですね。いやめっちゃ着ました。まだ着れるかな。取っておくことにします。いやもう本当3枚のニットで冬乗り切れるんだと思って、すごく発見になった冬でした。今まであんなにたくさん持ってたのに3枚でいけるんだって、いやびっくりですね。こちらをね、季節外の服のエリアの方に移動させて、ちょうどお家洗いしたいと思います。でスカートは3点ですね。これも全部第1軍で活躍したお気に入りなので、全部取っておこうと思います。でまずこのブラウンのスカートですね。もう一番よく着たスカートでした。シンプルだけどデザイン性があって一番重宝するスカートですね。でなんといってもこの鳥柄のスカートですよね。鳥柄っていうね、めっちゃ派手なんだけど、でもどんなお洋服にも馴染む、この個性あるけど使いやすいっていうのがもう本当に大好きです。でこれもアクセントになる黄色のスカートで大好きです。冬服はニットだったりスカートだったり結構お下がりの服が多いんですけど、私的にはね、お下がり服を着るのがもう楽しくて嬉しいんですよね。愛着もひとしおです。スカートはどれもウールが混ざっているような冬仕様のものなので、季節外のお洋服のエリアへ移します。クリーニングにね持ってこうかなと考えてます。で続いてはボトムスですね。ボトムスは2本で GU のタックワイドパンツとユニクロのタックワイドパンツ2つを持ってます。タックワイドパンツはミニマリストさんにすごいおすすめで、季節を問わずオールシーズン着れるし、カジュアルな格好にもきれいめな格好にも似合うオールマイティなところも気に入ってます。これはオールシーズン着ているものなので、また一軍服のところに戻しておきます。ただね、たくさん着たので白っぽく色が変わってきたかなという感じがします。ちょっとお尻の辺とかも白っぽくなってきました。
あと正直ちょっと色の好みが変わってきたっていうのもありますね。なので実は今これを手放してジーパンを新しく買うことをね考え中です。このユニクロのバギーカーブジーンズの青色とか好みなんですよね。もうジーンズとか私が持っている一軍お洋服のもう絶対にどれも合うので大活躍してくれそうな予感です。なので買い替えを本気で検討中です。ただ今この瞬間ちょっとズボンは2本ないと私の暮らし的には困っちゃうので、いいジーンズが見つかるまではこの服は一軍にしておこうと思います。ということで、この2つはオールシーズンのお洋服なのでいつもの一軍服のところに戻します。で続いてはオールシーズン着るトップスですね。合計で6枚持っています。この冬もオールシーズン着れるお洋服で重ね着を楽しんだりしました。で内訳はジャケットが2枚ですね。厚手のやつと、あと夏でも着れるシアー素材のものです。ブルーデニムと絶対合いますよね。あとシャツが3枚ですね。もうシャツって一年中重ね着に着れるからもう大好きなんですよね。持っているのがブラウンのちょっとオーバーサイズなチェックシャツ、5、6年着てると思います。あとはちょっと個性的なイエローのシアーシャツ、特に夏には欠かせないお洋服です。であとはグローバルワークのイージーケアリネンシャツ、リネン素材なんだけどアイロン不要っていう超紙リネンシャツです、後ろにタックとかあったりして袖もねポワッとしててねとっても可愛いんですよね。もう大好きです。マジで名品だと思います。ただちょっとお洗濯を重ねてちょっと黒っぽくなってきたのでそろそろ替え時かなと。で今年もねグローバルワークから発売されるということで夏発売開始されたら買い替えようかなと思っています。ただちょっと買い替えるまでは春服として大活躍すると思うので取っておきます。ということで一軍服に戻します。最後のこのベストですね。冬に重ね着で使っても夏にキャミと重ねて着るのももう年中使えてシャレ心を出してくれるのが本当にお気に入りなポイントです。ちょっとだんだんチュール部分の毛羽立ちが大きくなってってる気もしますが、かといってもったいないって着ない方がもったいないのでガシガシじゃんじゃん着倒そうと思います。こういう繊細なお洋服に対してガンガン着ちゃおうって思えるようになったのも服を減らしてからの良い変化だなと思います。ということでこの冬は以上16着で新しく服を買い足すこともなく今までで一番自分らしいファッションを楽しむことができ大満足です。続いては季節外の服エリアにかけている春服を見ていって絶対大好きという服は今着るお洋服のエリアに移動、反対に今の自分には必要ないなっていうものは処分したいところですが、もし迷いがあるならクローゼットの端の方に置いといて手放すかどうかこの春時間をかけて検証することにしたいと思います。でまず春に着るスカートは2枚ですね。これまた母のお下がりの黒のシフォンスカートですね。ふわっとする素材が春らしくて大好きです。でもう一つがアイボリーのコットンスカート、シルエットも可愛いですしブラウンのステッチがツボです。もうとにかく何でも合う大好きなスカートです。一軍服のところにかけておきます。そしてワンピースはこのバテンレースワンピースなんですがめちゃめちゃ可愛いんですよね。オケージョンの時用のワンピースとして買ったんですけど春夏秋の普段着としても大活躍してます。 V ネックと U ネックの 2way 仕様になってるとこも1枚で雰囲気を変えられて大好きです。チュールレースなので繊細なお洋服なんですけど、そんなことは気にせず好きな服は好きなうちにガンガン着たいと思います。迷っているものジージャンですね。これを手放すか迷ってる理由はこのジージャン自体は好きなんですけど、なんせ重たい、そして着る期間が短いこの2つかなと思ってます。最近春も短くてなかなかこれを着るタイミングってもうほんと一瞬なんですよね。で実は最近ねこのスプリングコートを買ったんですよ。これだとね寒い季節も中にインナーダウン着て温度調整したりジャケットの重ね着にも使えて結構汎用性が高いなと思って買いました。
G ジャンだとねやっぱり重ね着技が使えないので着る季節が短くなっちゃってるということで、新しいそして汎用性が高いジャケットを買ったので G ジャンは手放そうかなと思います。でこの G ジャン古着屋でそれこそもう10年以上前に私が買ったものなので少し寂しくもありますが、結局あまり着ないっていうこのねジレンマにあるお洋服だったので手放そうかなと思います。今までありがとう。でこのジャケットはグローバルワークで購入したステンカラーコールドで、色はカーキブラウンみたいな名前だったんですけど、確かにブラウンとカーキの間みたいなめちゃめちゃおしゃれな色してるんですよね。結構かっこいいですし、撥水効果もあるので雨の日に着たり、背中のねほわっとしたタックも可愛いんですよね。これはね本当買ってよかった。自分の好みに合わせてお洋服アップデートしていくのも素敵だなって思いました。で GU の T シャツなんですけど、最近お気に入りとして着てなかったなって思うのと、ちょっとここが洗濯乾燥で縮んじゃったかなっていうぐらいキュキュキュってなってるのでどうかなって思ってちょっと迷うので今着てみたいと思います。どうですかね。似合うけどちょっと古臭いかな確かに可愛いけどテンションが上がるとはちょっと違うかな。これは2021年に買ったので5年前に GU で買ってる、もう元が絶対に取れてるお洋服ですね。悪くはないけど素敵って感じではないかな。いやちょっと迷うのでこの春検討することにします。端の方に寄せて考えたいと思います。迷うお洋服、こちらのワンピースですね。これは母が若かりし頃に着ていたワンピースなんですけど、そういう意味では思い入れもすごくあるし、着た時に嬉しい気持ちにはなるんですけど、おしゃれ着としては自分は満足していないっていうお洋服でした。お友達とのお出かけの時とかに着ていってないっていうのは自覚してたんですけど、愛着があって手放せなくてお部屋着になっていたお洋服だったので、一軍からは手放そうかなと思います。でただ我が家のクローゼットから外すんですが、実家着として一着お家に置かせてもらおうかなと考えています。私としても家族に着て見せてあげることが一番嬉しいというか、最近私祖母の介護のために月に2回ぐらい地元に戻るようにしてるんですけど、その時もお洋服持ってってるんですけど、実家にこれ1着だけ置かせてもらえたらすごくハッピーなんじゃないかなと思ってます。なので私の一軍服としては手放すんですけど、ちょっと実家着として置かせてもらおうと思ってます。家族も可愛いってね喜んでくれると思います。洗濯もできるし楽ちんだしレトロでほんと素敵なんですよね。ただ街で着るのはちょっとって思っちゃうだけで、なので私のお家からはさよならしたいと思います。ということでお洋服の捨て活が終わりました。いやものすごい量。今回手放したのはアウター2着、ニット3つ、ボトムス1つ、小物1つ、合計8着ですね。いやすごい、もう不要なお洋服できた気がしませんか。いやーすっきり。服を減らしたおかげでハンガーがたくさん余りました。なので黒色のハンガーですね、7本処分したいと思います。すごい、ついにハンガーの統一が叶いましたね。めちゃめちゃ綺麗。こうなるとクローゼット気持ちいいですね。で春服の紹介をしますと、アウターが1着、ジャケットが厚手のものと薄手のもの2枚、シャツが3枚、ボトムスが2枚、スカートが2枚、ワンピースが1枚、あと今着てるこちらのベストもありますね。合計12。この春は12着でスタートしたいと思います。でプラス私今欲しいものはちょっとジーパンと、あとシャツの中に着るインナーがないと思うので、そのインナーを買い足そうかなと考えているところです。いやーなんかもう本当にお気に入りだけのクローゼットになった気がしてすごく気持ちいいですね。いや嬉しい。我ながら素敵なクローゼットになったなって思います。そしたら続いてインナールームウェアコーナーをチェックしていきたいと思います。でまずはちょっと難しいルームウェアからいこうかな。でまず冬物のルームウェアから、これはねお気に入りのユニクロのワイドフリースパンツで、もう本当に毎日着てました。
で最近部屋着もお出かけ着っていうテーマで部屋着を選んでまして、外にも出られるようなデザインのものを選ぶようにしてます。でこれもお部屋着兼ちょっとそこまで行く時に着れるようなおしゃれなデザインなのが気に入ってました。このサイドのテープデザインがかっこいいんですよ。なんですがフリースが結構へたってきましたね。毛玉も多いしね、お尻の辺がすごいことになってます。冬に買ったばっかりなのにって思うんですけども、もう本当にねこの冬一番着たお洋服なのでボロボロになっても当然かなとも思ったりします。部屋着をおしゃれ着にがテーマなので、これはさすがにこんなに毛玉があるのは平気感が出てしまってるので今回手放そうと思います。でこのユニクロのフリースのジャケットは2年前に買ったのかな。ちょっとだいぶ袖口がへたってきてるんですが、どうですかね。部屋着をおしゃれ着にとはいえちょっとぐらいの汚れで処分してしまうのももったいない気がするんですよね。服なんて着てりゃ汚れますから、だからこそ一切綺麗な状態って維持できないじゃないですか。なのでどのタイミングで手放すかって難しいですね。ちょっとねこのフリースは、こうやってパッと全体見た感じまだ綺麗で、袖口とか数箇所へたってるかなぐらいなので、これはまだ来年も着ようかな。来年も着ようと思います。このねスウェットもね、手放すタイミングってマジで分かんないですね。でもちょっとねこれはあまりにもお気に入りすぎる一軍スウェット、もう買い直しがね効かないお洋服なので、こちらはねまだ着ようと思います。春秋に着てるスウェットなんですけど、これはねまだ部屋着をおしゃれ着にしようっていう決断をする前に買ったものなので、もう本当に何の変哲もないスウェットです。なんで買い直したいなって思いがあるのと、あとだいぶへたってきてる気がするんですよね。なんか結構全体的に白く色あせてるというか、いわゆる着用感使用感がものすごいので、これはたくさん着た証拠ということで手放したいと思います。で新たに部屋着兼おしゃれ着となるスウェットを買おうかなと思います。で今私が狙ってるのはユニクロ C のスウェットパンツ、ここにセンタープレスが入ってるワイドのデザインでも結構おしゃれなんですよね。なんかシャツとか羽織ったらお出かけ着にも使えそうですし、買い替えようかなと思います。この今年買ったルームシューズもかかとがへたってるんですけど、でもへたるのしょうがないんですよね、靴下のかかとが。このモコモコ靴下ぐらいいいかなって思うので、これは取っときましょう。なんかこの部屋着をきれいにするの境界線が難しいですね。結構迷っちゃいます。あとはヒートテック見てきますか。ヒートテックは今着てるようなタートルネックが4枚と、あとはインナー用のヒートテック4枚ずつあります。ヒートテックこそ捨てるタイミングわかんないですよね。通常のヒートテックはなんか穴も開いてないし、しかも私買ってるのがバレーネックっていう襟口すごい広いタイプを気に入ってて、もうユニクロでね販売してないんですよね。再販すごい待ってるんですけどなかなかなくて、これはいいか、4枚とも普通のヒートテックインナーは取っておこうと思います。で昔はヒートテックインナー本当に10何枚とか持ってて、捨てられないくせにどんどん買い足しちゃってどんどん増えてみたいな状態、本当にヒートテック溜まってたんですけど、数を4枚にするって決めてからヒートテックがねたまらなくなりました。もったいない病の私は傷んだら手放す、新しく1枚買い足したら処分する、そんな風に運用していきたいと思います。であとは長袖のタートルネックですね。全部お気に入りなんですが、このダークグレーのものだけちょっと毛羽立ちが出てきてる気もしますね。このダークグレーのヒートテックは手放そうと思います。残り3枚もありますしね。ヒートテックのレギンスが3つ持ってて、今極段1個履いてるんですけど、残り2つがですねちょっと恥ずかしいんですけど、おばあちゃんが昔着てたヒートテックのお下がりを着てましてブカブカのデロンデロンのふにゃふにゃのみたいなレギンスなので、これは手放そうと思います。実家行った時に本当に寒くてですね、おばあちゃんが着てないヒートテックあるからいいよって言ってもらって、そっから私のものになってたものなんですけど、新しく綺麗なものを買おうと思いますので、このデロンデロンブヨンブヨンヒートテックレギンス2枚は手放そうと思います。
で今年つま先まであるヒートテックタイツ2つ新しく貸して毎シーズン買い替えて運用していこうって思ったんですけど、1シーズン2着で過ごしたけど全然痛みとかなく乗り切れたので、ちょっと来年の冬にもそのまま使っていこうかなと思います。なので取っておきます。でヒートテックの靴下も同じで3つこの冬買って、この1シーズンのうちに手放そうと思ってたんですけど、思いのほかまだ綺麗なのでちょっと来シーズンにも持ち越して使おうと思います。こうやってインナーの数とかを減らすと買い替えのタイミングがすごく分かりやすくて決めやすいですし、買い替える量も少なくて済むので常に綺麗なものを着られるっていうのが本当にすっごい良かったなってね思います。やっぱなんかインナーを綺麗にするとなんか自分のこと大切にできてるなってすごい思うんですよね。こう見られないとこにも気を使うって結構自分をご機嫌にしてくれるなってすごく思います。ということでインナールームウェアからはこれだけのアイテムを手放すことにします。ルームパンツ2つとヒートテックインナー2つですね。ボロボロ部屋着は積極的にお別れしてきます。ということで衣替え完了です。すっきり気持ちいい。ということで今回これだけのお洋服を手放すことができました。もうすでにだいぶ減らしてきた中、さらにこれだけ減らせるなんて本当に驚きです。そして私が持っている全てのお洋服の数って今一体いくつなんだろうとこの機会に初めて数えてみたんですが、なんとお出かけ用のお洋服トータルで22着になっていました。200着以上持っていた頃から想像できないほど大きな変化です。もうこれは少数精鋭クローゼットがついに完成と言えるんじゃないでしょうか。もちろん服は少なければ少ないほどいいなんてことはなくって、人それぞれちょうどいい量があると思っています。それでも服がたくさんあった頃より私の中で劇的に変わったなと思うことが一つあります。それは一つ一つのお洋服に感じる思いの大きさです。今はどの服も心の底から大好きで、お洋服一着一着全て愛を語れる自信があります。朝のお着替えタイムもお気に入り服で出かけている時間もなんかニヤニヤしちゃうぐらい大好きなお洋服のおかげで日々の幸せがちょっとずつ増えていってる気がします。この先も暮らしの変化に合わせて私のクローゼットの服の数も増えたり減ったりはすると思いますが、これからも全部お気に入りである幸福感を大切に自分らしいクローゼットを育てていきたいなと思っています。ということで今回もご視聴本当にありがとうございました。それでは新しいコート開封の儀です。購入したのはこちら。選んだのはオリーブブラウンというカラーです。散々下調べしてからコートを見に行ったんですが、結局店員さんがふと持ってきてくれたこのコートが一番良かったです。こういうお洋服との不意な出会いもまたいいものですね。ここでちょっとしたマル秘テクニック。私は予備ボタンを服に縫い付けます。ちょっとの手間なんですけど、これがとってもいいんですよね。縫い付け完了。これで予備ボタンを楽に管理できちゃいます。このね、おしゃれなカラーがツボなんです。背中のタックもめっちゃ可愛い。いい買い物になりました。